皆さん、こんにちは。シスコカスタマーサクセスのサクセスです。この動画では、シスコ NSO100 デバイスと25000デバイスで動かした時の動作を比較します。この動画は動作を保証するものではなく、導入にあたっては十分な検証が必要です。これらをご理解の上で動画をお楽しみください。テスト環境の説明をします。今回はサーバ上に100台の仮想ルータを起動しています。それぞれのルーターにアドレスを1つ設定して100台構成を、アドレスを250設定して25000台構成を作っています。NSO はローカルインストールです。デバイス数とサービスインスタンス数以外は環境に差分はありません。ネオフェッチもご参照ください。それでは実際のテストをご紹介します。まずは CLI からです。まず小デバイスリストの表示時間を測定します。 NSO のコマンドはスクリプトで実施し、タイムコマンドで時間を測定します。100デバイスでは約 0.3 秒で結果が得られますが、25000デバイスでは11秒かかりました。次は小ランです。100デバイスは約 0.3 秒、25000デバイスは約23秒でした。次は1デバイスだけのシンクフロムです。この項目は100デバイスも25000デバイスもほぼ同じ結果でした。次は100デバイスのシンクフロムです。 CPU が高騰していますが、これは仮想ルーターが原因であることにご注意ください。こちらもほぼ同じ結果でした。結果を確認すると、すべてのデバイスがちゃんとシンクされていることがわかります。最後にライブステータスです。こちらもほぼ同じ結果でした。 CLI の比較結果をまとめます。すべての項目で3回の平均値をまとめています。次は Web ユーザーインターフェースの比較です。まずログインからインサイツマネージャーにアクセスします。とてもスムーズに表示され、25000台登録されていることがわかります。また CDB の使用量もわかります。次はダッシュボードです。表示に時間がかかるのでタイムコマンドで時間を測ってみます。約15秒で表示されました。次はデバイスマネージャーです。表示に時間がかかるのでタイムコマンドで測定します。約84秒で表示されました。次はサービスマネージャーです。非常に軽快に動作します。1ページに50インスタンス、500ページで25000インスタンスあることがわかります。次に1デバイスのシンクフロムを行ってみます。結果は約3秒でした。次に50デバイスのシンクフロムを行います。結果は約92秒でした。最後に Web ユーザーインターフェースの結果をまとめます。次は RESTconf です。まず RESTconf で1デバイスを取得してみます。結果は約 0.7 秒でした。次に1サービスインスタンスを取得してみます。結果は約 0.04 秒でした。RESTconf の結果をまとめます。次はサービスの適用です。まずは1デバイスのドライランです。結果は約 0.6 秒でした。次は1デバイスへのサービスコミットです。結果は約 2.5 秒でした。次は1サービスの削除です。結果は約 1.6 秒でした。次は100デバイスへのサービスのドライランです。結果は約13秒でした。次は100デバイスへのサービスのコミットです。
結果は約22秒でした。次は100デバイスからのサービスの削除です。結果は約16秒でした。サービス適用の結果のまとめです。最後はリソースです。インサイツマネージャーで見ると CDB のサイズはメモリ上で 1.2 ギガ、ディスク上で257メガでした。次に起動時間を測定します。起動前のメモリ使用量は約20ギガです。結果は約52秒。メモリの使用量は3ギガでした。最後に全ての結果をまとめます。皆様のご参考になりましたら幸いです。